た。来ました。今季一発目でかい。5キロあるでしょ。あ、いたてててて、やばい。これはやばい。撮影してる場合じゃない。これで食いちぎられた人いるらしいです。ちょっと一旦切ります。おお、よかった。おお、緩んだ瞬間。よー、危なかった。これ5キロあるでしょ。4月の3日です。やりましたね。サブロー裏、まさかの。おはようございます。トラフグやりました。5.3 キロ。カメラ持って行ってなかったのでスマホで撮影しましたが、撮れてよかったです。1匹で。今日はなんか海苔をあげるらしいので、あそこ。この後海苔の方へ行ってみたいと思います。おお、こっちに落ちるかい。やった。ブリの前にボーナス来ました。ナイス。カニ以外はこんな感じです。あとは芝エビ。そろそろ揚げ出したかもしれません。みんななんか集まってきました。行ってみましょう。まずは沖べた。一番沖側の海苔網の後です。だいたい例年海藻だね。おお、一発目からヒラメ。ナイスじゃないですか。小ぶりですけどタコも見えてますね。やっぱり動画も大きい。おお、カニやん。一発目から仮にヒラメに。おお、イイダコも出てきた。超ナイス。では寄ってみましょうか。何が出てくるのか。童顔、シャコ、これはダメ。アニチヌ、オコゼ、ヒラメ。なんと思ったよりガラがいない。ガラは絶対いると思ったんですけど、芝エビはもう沖に出てるんであんまいません。ガサはネビシャでした。モモイラネビシャ、オカメちゃんですね。去年はガラがめちゃくちゃいたんですけど、今年はガラいませんね。少ない。童顔と混ざってますけど、めちゃくちゃ少ないですね今年は。ガラが少ない年なんでしょう。GoPro なんで映ってないかもしれませんけど、船だらけなんで結構大変です。次の網ぐらいからシャコ増えてないかなと思いますけどね。どうでしょうか。の兄貴、3番目導入しましょう。これ名前忘れました。何だったかな。ノリとかのロープにつくんですよね。家に漂白して飾ってます。曇ってるんで美しさが伝わりませんが、あとだいぶ汚れてきちゃってるってのもありますけど、漂白したやつがこれです。コケムシ。思い出しました。コケムシです。鳥島の海岸沿いとかでもね結構います。ちっちゃいのが。
ワイで俺はキャンプ行ってますよね。例年こんなとこでアマテゴ見えないんですけど、今年は見えてますね。もしかして多いんでしょうか。今3枚ありましたかね。これぐらいですかね、車庫。今の3番目の雨が一番多かったかな。潮目ですね。もしこれ雪解け水だったら車庫死んでしまいます。水の色は変わってないみたいなんで多分違うと思うんですけどね。席もバッチリ。いい下駄の下にちっちゃいですがゲット。ナイス。駐車庫もう全部真っ黄色ですね。なんか船いっぱいでなかなかじゃないんで、網もなかなかつけれない。 OK かな。みんなでやるんでアケポハゼ出てきました。こっちにもまだ大車庫。まあずっと同じような網が続くと思います。もし変わる時があればそれは車庫が出る時ですね。車庫出たらね、でも他のもんがねほぼいなくなりますね。これはいい赤下でした。でもなんかちょこっと出た感はあるな。溶岩もう爪がちびてるんでこういう風にね傷になっちゃうんですよね。大味なんでね、他のエビに比べてあんまり火を通すと甘みがなくなってダメですね。しゃぶしゃぶくらいがちょうどいいです。塩味で消えた。おもろ。途中経過車庫っすね。こんな感じ。1番ごと一応拾う数は増えてきてます。あとは塩次第でしょうね。よいしょ。おお、春だ。おお、量がいい時なんでしょうね。もうこれだけみんなでぐる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 回った後にこんなもんが入ったりとか。これはねたまたま泳ぎでいたところを取ったんでしょうけど、いや完全に車庫増えましたね。増えてる、拾える数が。おお、こっちも完全に車庫増えましたね。ゆりだこ2つ。車庫出たと言ってももういいかな。これは塩でしょうね。塩返したんで出たんでしょう。塩返しなんで車庫すごいな。これはこれとこれもないですね。車庫これは拾いがいあるな。ちょっとしんどくなりそう。爪の上に乗ってた。またしても3番分ですが、3番分でこれなんかいいですね。でかいし。おいトラフグ。
全然いいんですけど、見てくれるだけで。こっちの網はわりかしシャコいっぱい増えてますね。ここもこれは大シャコ、オカメちゃん、一応ウニ入ってますね。味はない。そんなに美味しいもんではない。帰れんくなりそうですね。これから増えるんだったら帰れんようになる。シャコが増えるのは分かりますけど、オコゼがこんな入ったのが意味が分からん。みんなでずっと同じとこやってるんで、オコゼ増えるとかないと思いますけどね。爪にかかってますよ。この完全おかずコース、ちょっと食べれそうな部分だけ。めちゃくちゃうまい。でもエビの方がうまい。うわー、シャコ。うわー、でもシャコまみれ。上から見るとすごかった。みんなは多分遅くまでやるでしょうけど、自分は撮影があるので、もうあとちょっとして帰りたいと思います。船だらけ。また3番分食べてみました。どれくらいおるかな。めっちゃおるやん。明らかに増えてますね。風出てきました。やっぱりシャコ出るとシャコだけになりますね。いやー、出たなシャコ。ほんと最後ラストでーす。うわー、シャコすごいな。うわー、すごいなシャコ、ほんとに結構見えたな。なんか重いなこっちは。なんじゃ泥か。あ、石か。小ヒラメ。おお、それにしてもシャコすごいっすね。まだみんなバリバリやってますけど、自分はこれで帰りたいと思います。いや、この市場すごいな。これからもっと出るんでしょうね。では帰ります。お疲れ様でした。よし。おー、シャコがおる。そうね。去年は出んかったけどな。やりました。でも今年はな、やっぱり代償があるんよな、毎年。シャコが出たら動画やガラがおらん。ああ、なるほど。今日もやり道はシャコ役一瞬で売り切れた。やろうな。これも周期があって、まあ昔から3年おったら3年おらんとか、そんな感じじゃない。シャコが結構おるが、すごいが。シャコ出るまでおったんや。シャコ出たらもうおらん。まあ明日行ったらまたおろうけどな。これだけでもすごいやん。おお、すごいな。あ、もう一個おる。そうなんや。すごいが。なんとそれだけではない。シャコが。これはサムネにしようか。なあ。落ちた。おかずのシャコはおかずのシャコで取っております。お、また落ちた。もちろん前菜はシャコですね。はい。あとはガラと芝エビ。チヌ？チヌはおらん。あ、そうなの。スズキ、カニ4つじゃったかな。カニ4つ。やったね。カニがおる。ヒラメ。ギリギリ40センチぐらいが1つに、50センチぐらいが1つ。あとは平らぎが多かったね。あ、そうなんだ。皆さん今日もお疲れ様でした。おみき。先日コンピラへ参りまして、お下がりでおみきいただきました。でその時に
コンピラにね、金龍株式会社ってあるんですよね。そこでね、純米酢買ってきました。コンピラでしか買えない、そこでしか買えない純米酒。金龍の里純米。これね、米がね、なんか面白い米使ってたんで買ってみたんですよね。聞いたことがないような米。どこ書いてないかな。書いてないな。なんかね、珍しいお米でした。コンピラ限定品いただきます。お米の香りというよりは、なんだろう、フルーティーですね。フルーティーって言っていいんかな、こういうの。大吟醸のようなフルーティーさではないです。辛口って書いてたけどな、甘く感じますね。辛口じゃないんかな。辛口って書いてた気がするんですけど、今まで飲んだ純米酒のようなお米の香りではないな。でもいい香りです。安かったんですよね、これ。1000円ちょっと忘れましたけど、1000円台だったと思います。カニ1匹死んでました。ここがね、ちょっと傷だったんですよね。はい、シャコになります。ありがとうございます。久しぶりに食べますね。今日ほんとたまたまなんですけど、これ日本酒でよかった。狙ったんじゃなくて本当にたまたまですね。これシャコと日本酒なんて最高じゃないですか。いただきます。パリ。岡山弁でスバブルって言いますが、頭はスバブります。うまい。横から剥いて、ちなみに頼島の漁師さんはこれ自分醤油だけしてますけど、醤油だけの人は結構多いと思います。中貝さんがお客さんにいる時は塩茹でですね。自分は醤油だけのが好きなんでいただきます。もちろんこもばっちり見てみましょうか。おお、こもばっちりです。いただきます。いや、ちょっと日本酒に絶対合うでしょ。尻尾の部分もすばぶります。久しぶりに食ったシャコ、美味しいですね。メインはこちらです。これを乗せればいいんですか。はい、乗っけてください。今日帰ってね、船の上で選別してたらですね、タイいただきまして、ラッキー。桜鯛です。ネギも乗せればいいんでしょうか。はい、ネギも乗せてください。じゃあタイと昆布で取った出汁を乗っけます。はい、よけてみます。鯛茶漬けいただきます。どうだ。メインと前菜の間に時間が空いたのでフグが変わっておりますが、ご了承ください。熱くて脱いでしまいました。これはゆじママの分です。うまそうですね。いただきます。鯛茶漬け。そんなに熱くない。うまいです。ちょっと出汁がタイの味が強すぎる。やっぱり桜で切る時もね、油ギトギトだったんですよね、これ。だからちょっとタイ臭がすごい。もっとできれば昆布臭であってほしかったな。昆布だしだけでもよかったかも。でも美味しいです。かなり美味しいです。タイがもうすごい油ぎっしゅなんで、もう汁に油が浮いてます。今のタイだと昆布だしだけの方が本当にあっさりと美味しいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。どう言ってみましょう。わさびいるな。わさびがいりましたね、本当。うまっ。やっぱその方がいい。明らかにうまい。素晴らしい食べっぷりですね、今日は。ちゃんと席について食べてます。